篠大地って言います。26歳、もうすぐ27歳になります。頑張って勉強したけど浪人して大学に入って1年休学して世界一周に行ってて、そこから帰ってきて普通に留年して、そこから大学を編入した先で留年した先で除籍になって、これまでの人生の3分の1を大学3年生で過ごしてたっていうね。今は NPO 法人レワールドっていう団体の代表をやっております。レワールドっていうのは世界中の孤児院に回っていって、そこの子どもたちと一緒にミュージカルを作るっていうワークショップを届けている団体でございます。十数カ国行ってて、日本では300人ぐらいのキャストが集まってやっている団体です。本当は宇宙工学がやりたくて大学に入ったんですけど、宇宙工学の分野っていうのは本当に最先端のものとかお金がとか人が集まってすごいところだっていうのは分かったと。でもその逆はどうなってるんだろうかっていうのが気になるようになって、発展途上国って呼ばれるものを回ってみたいっていうふうに思って、でカンボジアにボランティアに行ったんですけど、そこで夜街歩いてたら前からちっちゃい男の子が歩いてきて、でその子すごいボロボロな服を着てて、その子はコップを持ってて、そのコップをね僕に差し出してきて、チップって言ってお金ちょうだいって言われて、めっちゃ衝撃を受けて、その時にお金をあげるべきかあげないべきかっていうのをすごい悩んだんですよね。結局その時自分の中で答えは見つからず逃げるように離れちゃったんですけど、その後もずっと自分はどうするべきだったんだろうかっていうのを考えてて、ある時にそうかと、お金をあげてもあげなくても結局俺は何も変えることができなかったんだって思って、それでね、この人生何かを変えれる人間になりたいってその時に強く思って、何かを変えるには何を変えるべきかを知らなければいけないと思って、考えても分かんないから世界一周行って見てみようっていう感じで、世界中のスラム街だったり貧困地域だったりとかを回る世界一周をしてて、世界一周は1年間でだいたい30カ国ぐらい行きました。でも1年間もかけて世界一周したけど結局何も見つからなくて、どうしようかな、就職しようかなと思った時に田中康介っていううちの団体のダンサーになるやつがいたんですけど、そいつに出会って、その康介がマダガスカルっていう国に行った時の話をしてくれて、スラムに行った時に子供たち、ちっちゃい子、女の子が寄ってきたと、同じようにお金ちょうだいって言われたと。でも康介はお金をあげるんじゃなくて一緒にダンスを踊ったらしいんですよね。そしたら周りにいた子もめっちゃ集まってきて、みんなで楽しくダンスを踊って、その時はさっきまで暗い顔でお金ちょうだいって言った子がすごい楽しそうに踊ってて、その時に康介が僕に言ったのが、大地と、もしかしたらエンターテインメントだったら世界を変えることができるかもしれないって言ってきて、その時に僕はなるほどと、もうダンスも音楽もアートも全然やったことないし、すごいむしろ苦手分野だったけど、もしかしたらそこに可能性あるのかもしれないと思って、会って 2,3 回目ぐらいなのに康介に後日電話して、康介一緒に起業しようっていうのを言ってできたのがこのレワールドっていう団体でございます。最初はもうクラウドファンディングでお金を集めさせていただいて、僕らだけで行ってみて、そこから全然最初集まらなくて、最初は5人で、その次アフリカのモザンビークに行く時に7人ぐらいでもそこから急に増えて、この前の夏は60人、今回の春は全部で80人ぐらいかなのキャストと一緒に行きました。もう世界素晴らしいことに出会いまくってて、選ぶのめっちゃ難しいんですけど、一つ目が空手の師匠が本当に素晴らしい、あと世界チャンピオンの空手家の方がいて、その人がとてつもなく人間的に素晴らしかったから、もう弟子入りさせてくださいって言って弟子入りさせてもらうことになって、大作さんっていう方で、本当に大作さんに出会ったのがもうこの世界ありがとうってなったっていう体験。ナミビアの砂漠がめっちゃ素敵だったっていうのと、ナミビアに行った時に交通事故で日本人のバックパッカーが亡くなったっていうニュースが流れてて、ナミビアに行く砂漠ってすごいオフロードなんですよね。だから車が転倒しちゃってっていうのを聞いて、砂漠が朝日に照らされて真っ赤になっていくその光景がめっちゃ綺麗で、その時にこの光景は日本人のバックパッカーの方が死んでも見たかったけど見れなかった光景だと思って、その時から何のために生きるのかっていうのが僕の中ですごく大事な問いとしてあります。この前プロポーズして彼女とこれ婚約することになって、ウイニエンコでしたんですけど、景色がめっちゃ鏡張りのめっちゃ綺麗なところでプロポーズできたっていうのが
世界素晴らしいなってなったっていう。世界がつながるのがすごく当たり前になってた世界からコロナでこうやって一人一人つながりづらい世界になったからこそ、なんか心のつながりっていうのがすごく大事になってきているなと感じてます。このコロナの期間に人と人とが心でつながるっていうのができれば、きっとコロナが終わった後にもっと素晴らしい世界が待ってるんじゃないかなと思っているので、いろんな人とこの時間を大切にしてつながっていけたらなと思っています。そんな感じです。